こんにちは。今回はこちらのボトルホルダーを編んでいきます。お花をたくさんつけるとこんもりアジサイになります。グラニー編みの巾着袋はこちらの花束コースターの編み方を参考にして底の部分からグラニー編みで編んでいます。よかったら編んでみてください。今回はこちらの糸で編んでいきます。本体と葉っぱはキャンドゥさんで購入していた七色彩色の中細で編んでいきます。カラーナンバーは2557番と2554番で、かぎ針は3号から5号になっています。お花は浜中アメリーで、色番は10番、かぎ針は5号から6号になっています。今回は5号で編んでいきます。では底のグラニーサークルを1、2、3と3段編んでいきます。では輪の作り目から作っていきます。人差し指に糸を軽く2回巻きつけます。3本のところをつまんで持ち替えます。輪の中に針を入れて糸を持ってきて引き抜いて軽く引き締めます。では次の1段目はこの輪の中に長編み1つ、鎖を1つを繰り返し編んでいきます。長編みは立ち上がりの鎖3目も含めて全部で12目編んで、最後は細編みでつなぎます。まず鎖3目で立ち上がります。1、2、3。これは長編み1つ分ですね。そしたらスペース分の鎖を1つ編んで、続いて編んでいきます。針に糸をかけて、糸を持ってきて、2本ずつ引き抜いて長編み、そして鎖。これで長編みが1、2と2つ分ですね。鎖を編んだら、また長編み鎖と編んでいきます。3つ目の長編み、そして鎖、C、5、6、12。これで立ち上がりの鎖3目も含めて全部で長編みを12目編んできました。そしたら最後鎖は編まずにほどけないように少し伸ばして中心の輪を絞っていきます。糸端と同じところから出ているこちらの内側の糸を右の方に引っ張っていきます。根元の方から右方向に引っ張っていきます。そして糸端を持ってぎゅっと引っ張ります。最後は鎖でつながずに最初の鎖3目と最後の長編みの間で終わるように毎段ここは細編みでつないでいきます。最初の鎖4目の下から
1、2、3。わかりにくいときは、次の長編みの頭のすぐ右が、ここがスペース分の鎖ですね。そのすぐ右のここの鎖ですね。ここに針を入れて、糸を持ってきて、細編み。こんな感じですね。これで1段目が完成です。では2段目ですね。2段目以降は、この鎖のスペースに編んでいきます。この段は長編みが1つ増えて、長編み2目、鎖を1目をこの鎖のスペースに編んでいきます。で、最初は細編みの上に目があって、少し高いところからのスタートになりますので、立ち上がりは毎回鎖2目で立ち上がります。では2段目ですね。立ち上がりは毎回鎖を2つ編んでいきます。1、2。これは長編み1つ分とカウントします。この鎖の2つ目のところにマーカーをつけておきます。針に糸をかけて、足元のここのスペースですね。鎖3目と最後の長編みの間のスペース。ここに針を入れて長編みを1つ編んでいきます。長編み。これで足元のスペースに長編みが2目ということですね。長編みを2つ編んだら鎖を1つ挟んで、次の鎖のスペースに長編みを2目編んでいきます。1、同じところにもう1つ。2目編んだら鎖を1つ編んで、また次のところに同じように編んでいきます。1、2、鎖を編んだらまた次のところですね。こんな感じで1周編んでいきます。ではここからぐるっと編んできました。長編み2目の束が1周で12個になっています。そしたら最後細編みでつないでいきます。ここの立ち上がりの鎖2目の2つ目ですね。ここに針を入れて糸を持ってきて細編み。これで2段目が完成です。では3段目ですね。3段目はまた長編みが1目増えて、長編み3目、鎖1目を繰り返し編んでいきます。3段目ですね。まず鎖2つで立ち上がります。1、2。これは長編み1つ分ですね。鎖の2つ目のところにマーカーをつけておきます。針に糸をかけたら、足元のスペースに残りの長編みをあと2つ編んでいきます。2つ目、3つ目。そしたら鎖を1つ挟んで、次のスペースに長編みを3目編んでいきます。1、2、3。鎖を1つ編んで、また次のところに同じように編んでいきます。こんな感じで1周ぐるっと編んでいきます。では3段目も最後細編みでつないで1周編んできました。直径は約 7.5 センチになっています。ボトルを乗せるとこのくらいです。ではここから側面を編んでいきます。側面はこの3段目と同じようにスペースに長編み3目、鎖1目と編んでいきます。では側面の1段目ですね。まず鎖を1、2、長編み1つ分なので鎖の2つ目のところにマーカーをつけておきます。そしたら足元のところに残りの長編みをあと2目ですね。編んでいきます。
2つ目の長編み、3つ目、長編みが3つ編めたら鎖を1つ編んで、また次のところですね。1、2、3、鎖、そしてまた次のところですね。1、2、3、鎖。こんな感じで、最後は細編みでつなぎながら側面を何段か編んでいきます。ではそこから9段編んできました。続いてネット部分を編んでいきます。ネット編みはスペースを1つ飛ばしにして、細編みでつなぎながら鎖を12目で編んでいきます。ではネット編みの1段目を編んでいきます。鎖1つで立ち上がります。足元のスペースに針を入れて、糸を持ってきて細編み。細編みを編んだら鎖を12目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。12目編んだら次を飛ばした次のスペース。ここに針を入れて糸を持ってきて細編みで留めておきます。細編みを編んだらまた鎖を12目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。12目編んだら次を飛ばした次のところに針を入れて細編み、そしてまた鎖を12目ですね。こんな感じでぐるっと編んでいきます。ではここから1、2、3、4、5と5回編んできました。次の6回目が最後ですね。ここの最後をつないでいきます。つなぎ方はまず鎖を5目編んでいきます。1、2、3、4、5。5目編んだら、ここの最初の鎖のところを持って、針に糸を4回巻きつけます。1、2、3、4。4回巻きつけたら、最初の細編みの頭に針を入れて糸を持ってきます。そしてここから2本ずつ引き抜いていきます。2本、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 2本。こんな感じですね。これで1段目が完成です。では2段目以降は同じ編み方になります。鎖1つで立ち上がります。足元のスペースに針を入れて、糸を持ってきて細編み。細編みを編んだら、さっきと同じようにまた鎖を12目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。12目編んだら次のスペースに針を入れて糸を持ってきて細編みで留めておきます。細編みを編んだらまた鎖を12目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。12目編んだらまた次のスペースに針を入れて糸を持ってきて細編み、そしてまた鎖を12目ですね。こんな感じでまた鎖12目を全部で5回編んでいきます。では2段目はここから1、2、3、4、5と5回編んできました。
で、ここの6回目のところでつないでいきます。では、さっきと同じようにつないでいきます。まず、鎖を5目編んでいきます。1、2、3、4、5。5目編んだら、ここの最初の鎖12目のところを持って、そしてここの針に糸を4回巻きつけます。1、2、3、4。4回巻きつけたら、最初の細編みの頭に針を入れて、糸を持ってきます。そして2本ずつ引き抜いていきます。2本、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 2本。こんな感じですね。そしたら次の3段目も同じように編んでいきます。鎖1つで立ち上がったら、足元のスペースに針を入れて、細編み。そしてまた鎖を12目で同じように編んでいって、最後も同じようにつないでいきます。こんな感じでお好きな高さまで編んでいってください。ではネット編みを1、2、3、4と4段編んできました。こんな感じです。ではここから持ち手と縁を編んでいきます。まず持ち手から編んでいきます。鎖を2つ編んでいきます。1、2。2つ編んだら針に糸をかけて、スペースに針を入れて、糸を持ってきて、2本ずつ引き抜いて長編みを編みます。編んだら上のところを指で押さえます。そしてまた鎖を2目編んでいきます。1、2。2つ編んだら針に糸をかけて、今指で押さえているところ、ここの2本に針を入れます。そしてまた長編みを1つ編んでいきます。糸を持ってきて長編み。これを繰り返し編んでいきます。この編み目の上のところを指で押さえます。そして1、2かけて押さえているところのこの2本に針を入れて長編み。押さえて1、2。2本に針を入れて長編み。こんな感じでお好きな長さまで編んでいってください。ではこの模様を23個で約24センチ編んできました。ではねじれてないかを確認したら、次のスペースに針を入れて、糸を持ってきて細編み。こんな感じですね。そしたら縁を鎖6目で編んでいきます。1、2、3、4、5、6。6目編んだら次のスペースに針を入れて糸を持ってきて細編み。もう一つ編んでいきます。1、2、3、4、5、6。6目編んだら次は持ち手なのでここのスペースに針を入れてここは引き抜きで留めておきます。こんな感じですね。そしたらここからさっきと同じように持ち手を編んでいきます。鎖を1、2かけて糸を持ってきて長編み。上のところを指で押さえて1、2。押さえてるところの2本に針を入れて長編み。こんな感じでこちらと同じ長さに編んできてください。ではこちらも同じように編んできました。そしたらねじれがないことを確認して次のスペースに針を入れて糸を持ってきて細編みで留めておきます。そして鎖6目で縁編みですね。1、2、3、4、5、6。6目編んだら
次のスペースに細編み、鎖を1、2、3、4、5、6、6目編んだら最初に戻ってきますね。最初の持ち手のところですね。ここは細編みがないので、ここの鎖2目の足元のこの辺り、ここに針を入れて引き抜きます。念のため鎖を1つ編んで、糸をカットして引き抜きます。ここの最後の持ち手のところはしっかり糸始末をしておきます。ではこんな感じに編めました。ではグラニー編みの最終段に糸をつけて葉っぱと額を編んでいきます。では最終段のグラニー編みの適当なところの長編み3目の最初のところですね。1つ目の長編みの頭に針を入れて葉っぱの糸を持ってきます。ここで一度結んでおきます。同じところに針を入れて糸を持ってきて、ここから編んでいきます。1段目は土台で細編みと鎖4目を繰り返し編んでいきます。細編みなので鎖1つで立ち上がります。足元の同じところに針を入れて糸を持ってきて細編み、細編みを編んだら鎖を4目編んでいきます。1、2、3、4、4つ編んだら次の長編み3目の最初の長編み、ここの頭に針を入れて細編み、これを繰り返し編んでいきます。細編みを編んだら次は鎖を4目編んでいきます。1、2、3、4、4つ編んだら次の長編み3目の束の最初のところの頭に針を入れて細編み、1、2、3、4、次の長編み3目の頭に針を入れて細編み、こんな感じで1周編んでいってください。ではぐるっと1周編んできました。最後に鎖を4目編んだら最初の細編みの頭に針を入れて引き抜きます。では2段目ですね。葉っぱと額は同じ編み方なので同じように1周編んでいきます。額は花びら4枚を編み入れるスペースを4箇所、中長編みと鎖で作っていきます。そしたら次のスペースから編み始めたいので、次のスペースに針を入れて引き抜き編みで移動してここから編んでいきます。まず鎖3目でスタートします。1、2、3。最初の2目は中長編み1つ分で、3つ目はスペース分の鎖になります。そしたら針に糸をかけて、糸を持ってきて、全部引き抜いて中長編み。これで中長編みが最初の鎖2目と合わせて、1、2と2目分ですね。そしたら鎖を1つ編んで、同じように編んでいきます。かけて、糸を持ってきて、これで3つ目の中長編み、そして鎖、糸を持ってきて、4つ目の中長編みですね。そしたら最後も最初と同じように鎖を3目編んでいきます。スペース分の鎖1つと中長編み1つ分の鎖を2つ、鎖を3目ですね。
そしたら足元のスペースに針を入れて、引き抜き編みで留めておきます。こんな感じですね。スペースが1、2、3、4と4つになってますね。次の段はここにそれぞれ花びらを1枚ずつ編んで4枚の花びらを編んでいきます。引き抜きまで編んだら、次はここの次のスペースに移りたいので、鎖を1つ編んで、次のスペースに針を入れて引き抜いて移動します。そして同じように編んでいきます。まず鎖を1、2、3かけて、中長編み、鎖、中長編み、鎖、中長編み、そしたら鎖を3目、1、2、3、足元に引き抜いて、こんな感じですね。そしたら鎖を1つ編んで、次のスペースに引き抜き編みで移動して、また同じように編んでいきます。こんな感じで1周編んでいきます。では1周編んできました。最後鎖を3目編んだら、下のスペースに引き抜きます。そして鎖を1つ編んだら、最初の額の最初の鎖3目のところですね。ここの足元のこの辺り、ここの鎖目に針を入れて引き抜きます。次は巾着にしてぶら下げる時用のループを編んでいきます。ではループを鎖編みで編んでいきます。1、2、3。ではここから鎖を55目で約23センチ編んできました。では鎖編みがねじれてないかを確認したら、この額のところがこちらと向こうで6枚ずつになっています。ここの境目のところ、この辺りに針を入れます。そして引き抜きます。念のため鎖を1つ編んで、糸をカットして引き抜きます。こんな感じですね。ではお花を編んでいきます。額の右のスペース、ここに針を入れてお花の糸を持ってきます。ここで一度結んでおきます。同じところに針を入れて糸を持ってきて、まず鎖を3目編んでいきます。1、2、3。3つ編んだら針に糸をかけて、足元の同じところに長編み3目の玉編みを編んでいきます。スペースに針を入れて糸を持ってきて2本だけ引き抜いて未完成の長編みですね。あと2つ編んでいきます。かけて糸を持ってきて2本だけ引き抜きます。またかけて糸を持ってきて2本だけ引き抜きます。そして一気に全部引き抜きます。玉編みですね。そしたらこちら側も鎖を3目編んでいきます。1、2、3。3つ編んだら足元の同じスペースに針を入れて引き抜き編みで留めておきます。これが1枚目の花びらですね。こちらの裏が表になっていきます。そしたら次のスペースに移りたいので、次のスペースに針を入れて引き抜いて移動します。そして同じように編んでいきます。まず鎖を1、2、3。同じところに針を入れて2本だけ引き抜きます。2回目。
3回目、そして全部引き抜きます。そして鎖を1、2、3、3つ編んだら足元の同じところに針を入れて引き抜いて2枚目の花びらですね。そしたら同じように次のスペースに針を入れて引き抜き編みで移動してまた3枚目、4枚目と同じように編んでいきます。1、2、3。引き抜いて1、2、3。足元に引き抜いてこれで1、2、3、4と花びらが4枚編めました。そしたらこの編み地を裏にして最初の花びらの足元のここの額のスペースですね。ここに針を入れてループを引き締めてこのループを引き抜きます。引き締めて念のため鎖を1つ編んでここで糸をカットして引き抜きます。こんな感じのお花ですね。では今回は一つ飛ばしにお花を編んでいこうと思います。一つ飛ばした次のところの一番右端のスペースに針を入れてアジサイの糸を持ってきて結んでまた同じように編んでいきます。糸を持ってきて鎖を1、2、3そして長編み3目の玉編みですね。かけて1、2、3全部引き抜いて鎖を1、2、3足元のところに引き抜きます。1枚目の花びらですね。そしたら次のスペースに引き抜き編みで移動してまた同じように編んでいきます。1、2、3引き抜いて鎖を1、2、3足元に引き抜いて次のスペースに引き抜きで移動します。また同じように編んでいきます。引き抜いて1、2、3足元に引き抜いて花びら4枚が完成ですね。そしたらこれを裏にして最初の花びらの足元の額のスペースに針を入れてこのループで引き抜きます。そして引き締めて鎖を1つ編んでそして糸をカットですね。こんな感じですね。こんな感じでお花を編んでいってください。では巾着を絞る紐を編んでいきます。では輪の作り目から作っていきます。糸を2回巻きつけて3本のところをつまんで持ち替えます。輪の中に針を入れて糸を持ってきて
き締めます。そしたらこのループを少し引き伸ばして、中長編み3目の玉編みを編んでいきます。かけて、糸を持ってきます。これをあと2回編んでいきます。かけて、2回目、かけて、3回目。そしたらこの足元を持って、一気に引き抜きます。そして鎖を1つ編んでおきます。そしたらもう1つ編んでいきます。同じようにループを少し引き伸ばして、また中長編み3目の玉編みをここに編んでいきます。針に糸をかけて、ここのスペースに針を入れて、1、2、3。3回持ってきたら全部引き抜きます。そしてまた鎖を編んでおきます。そしたらほどけないように少し伸ばして、ここの輪を絞っていきます。糸端と同じところから出ているこちらの糸を引っ張っていきます。そして糸端を持ってぎゅっと引っ張ります。こんな感じですね。そしたら今引き締めたこの輪の糸ですね。ここに針を入れて、このループを引き抜きます。こんな感じですね。そしたらここから紐を鎖編みで編んでいきます。長さはお好みで大丈夫です。今回は鎖を80目で約40センチで編んでいこうと思います。1、2、3。では鎖を80目編んできました。そしたらこちらの方にもポンポンボールを編んでいきます。ではこのループをさっきと同じように少し引き伸ばして、最後の鎖に玉編みを編んでいきます。かけて、最後の鎖の下1本に針を入れて、ここに編んでいきます。1、2、3。3回持ってきたら全部引き抜いて鎖、そしてまた同じように編んでいきます。少し引き伸ばしてかけて、足元のスペースに1、2、3。3回持ってきたら全部引き抜いて鎖、ループを少し引き伸ばして、ここの足元の鎖の残った1本ですね。ここに針を入れて、このループを引き抜きます。こんな感じですね。鎖を1つ編んで、ここで糸をカットして引き抜きます。ではこんな感じにできました。ではこのぶら下げる紐の真ん中あたりに通していこうと思います。このぶら下げる紐のここからここまでは、このガクと葉っぱは1、2、3、4、5、6、向こうも同じ6個ですね。なので、ここの端からここの穴ですね。1、2、3、3つ目。こちらも1、2、3、3つ目。ここから通していこうと思います。では通していきます。この紐の
すぐ右のスペースから1、2、3、3つ目のところですね。ここのスペースからこちらから入れて順番に1個ずつ通していきます。こんな感じですね。最初の通したスペースのすぐ横のところに出てきます。こんな感じですね。では完成です。よかったら編んでみてください。今回もご覧いただきましてありがとうございました。